どうも、ジョンです。私は現在、住友林業で約30坪の平屋を設計段階中です。今回は、新築へ引っ越すときに買おうと思っている家電について話していこうと思います。まずは洗濯機。我が家は現在、縦型の全自動洗濯機を使っています。今特にめちゃくちゃ困っているとかではないんですけど、やっぱり毎回ハンガーにかけて干すっていう動作がかなり今面倒に感じています。これだけの動作だけで10分ほどはやっぱりかかってしまいますよね。我が家は2日に1回のペースで洗濯をするんですが、1年に換算したらなんと30時間。仮にあと60年間それをするとしても1825時間費やすことになるんですね。こうやって改めて計算すると結構な時間を洗濯に費やしてしまっているんだなと感じます。もちろんカンタ君を使おうか悩みましたが、別途工事が必要だったりスペースを取るし、乾燥から洗濯までの時間って30分から1時間ほどしか変わらないんですよね。さらに我が家は太陽光発電を設置するので、太陽が出ている間に回せば電気代は実質タダです。少しでも光熱費を抑えたい、ただその思いです。洗濯機だけで全てやると最初の数年だけ調子がいいっていうことがやっぱりどうしてもあるみたいなんですが、定期的にメンテナンスをすればそこは割と解消はできるらしいですね。なのでドラム式洗濯機だけで洗濯から乾燥までやっていこうかなと思っています。もしドラム式洗濯機だけで洗濯から乾燥までやっている方いれば、どんな感じか教えてもらえると助かります。2つ目は掃除機です。今使っているのはティネコというメーカーの水拭きができる掃除機です。今は 2LDK に住んでいるのでこれでこと足りるんですが、家が建つと部屋数も2倍ほどになるし、さすがにロボット掃除機を考えています。ロボット掃除機で一番気になっている点が、紙パックかサイクロン式かどっちにするかです。最近はメーカーもアイデアを出し切ったのか、だいたい性能が似てきていて、価格やメンテナンス性、あと外観などが大きな検討事項になってくるのかなと思います。今購入しようかと悩んでいるのは2つあって、アンカーの X10 Pro Omni とエコバックスの DBOT T30S コンボという2つです。アンカーはこんなにモリモリの高性能なのに10万円ほどで買えるんですよね。で、なんならセールの時は7、8万ほどに値下がりするので、かなりお買い得です。対するエコバックスは20万円ほどです。なんでこんな高いんだよ。本当に。これはロボット掃除機の性能はもちろんハンディタイプもついています。そしてハンディタイプを収納した時にゴミを自動回収してくれるんです。これ、本当今までいなかったアプローチですよね。確かにこれができたらめちゃくちゃ便利だわって思いますよね。床はロボットがするし、それ以外のところ、ちょこちょこしたところをハンディタイプでやっていこうかなと思っています。ここまでの説明量の違いでわかると思いますが、エコバックスにかなり惹かれています。家が建つまでの間にレビューをいっぱい見て、しっかり考えていこうかと思います。3つ目はテレビです。現在は妻が一人暮らししていた時に使っていたテレビを使っています。だいたい8年ぐらい前のものでしたね。新しく TCL の65インチを購入するつもりです。価格が10万円ほど、Amazon のセールの時に8万5千円ぐらいまで値下がりしていましたね。実物を見たんですが、この大きさで普通に綺麗だし、全然文句なしです。そんなにこだわってなかったらもう全然これで十分だと思います。それでもやっぱり有機 EL には及びませんね。もうあれは本当に綺麗ですね。
こだわりのある方は実際に家電量販店に行って実機を見て比較検討することを強くお勧めします。ちなみにソニーの有機 EL は65インチで25万円ほどからするらしいです。だいたいやっぱ3倍以上はするらしいですね。この価格差をどう判断するか難しいところです。そしてテレビボードは使わずに可動式の壁掛けにするつもりです。後ろにスペースを若干取れると思うので、板をつければちょっとした収納にもできます。それに、壁掛けにする一番のメリットである掃除が楽になるという点ですね。それもあって壁掛けにするつもりです。4つ目はサウンドバーです。デノンのサウンドバーホーム SB550 とネットワークスピーカーのホーム150にしようかと思っています。テレビの音量を上げればキッチンに行っても聞こえはするんですが、そのままの音量でソファによいしょって座った時に、うわ、音めちゃくちゃでかいなっていう時がやっぱしょっちゅうあるんですよね。なのでこれを解消するためにネットワークスピーカーも導入します。これを使えばテレビ前とキッチンが同じ音量になったりするので、やっぱり必然的に音量を当たるっていう操作が減ると思うんですよね。これは幼少期から気になっていた点で問題を解決するいいチャンスなので絶対にやります。価格はサウンドバーで6万円、スピーカーは3万円ほどです。合わせても10万円下回るぐらいなので結構お手頃だと思います。音質もそれなりにいいので、これで十分かなと今のところは思っています。5つ目はコーヒーメーカーです。デロンギのマグニフィカ S を購入する予定です。我が家では1日1杯はコーヒーを飲みます。ブラックやカフェオレにして飲んだりするんですが、やっぱりカプチーノにして飲みたいんですよね。ミルクフロッサー単体を買えば済むんじゃないかって言われたらそれまでなんですが、そんなことは聞かないです。妻ともよくもっこもこミルクできたらめちゃくちゃいいよなっていう話をしょっちゅうしています。見るから洗浄まで全自動でやってくれるのですごい楽だと思うんです。それにこれを使って入れてるところを想像すると、かっこいいじゃないですか。見た目もかっこいいし、カップボードに置いてるところを見ても映えますし、いいですよね。でもこういうのってメンテナンスが面倒だっていうのをよく聞くんですね。もし実際使っている方いれば教えてください。電子レンジや炊飯器はまだ急いでいるものではないので購入予定には入っていません。今回紹介した製品は購入後レビュー動画を上げていこうかと思います。皆さんの購入品やこれ気をつけてなどあればぜひコメントよろしくお願いします。では、シオンでした。バイ。